442、あと43433のカッコ2を、紹介していきたいと思います。今出しているのが、4213で、これがほぼメインで使っておりました。ちょっと以前出した動画がですね、FCS より、もう少し前に撮ってたやつなんで、多少変えたっていう部分があるんで、その辺も含めて、紹介していきたいと思います。いろいろ触ったんで、変化点は結構あるかなというところも込みで、紹介できていればなと思います。ちょっと今もう先週もいろいろ売ってしまって、ポジションは、びっくりマーク出てますけど、戦術は基本的に、これになるので、そこはちょっと、スルーしてみてもらえたらなと思います。使った選手とかは紹介する予定です。4213で、ショートパス、もしくはカウンターでやっておりました。大会一発目ですね、1戦目、2戦目はカウンターで行ってて、3戦目からちょっと距離感気になってショートパスでやったって感じです。で、積極的99でやっております。で、選手の役割ですね。キーパー、スイーパー、キーパーのビルドアップということで、やっぱりちょっとハイラインということで、裏もカバーしたいということで、スイーパー、キーパーにしておりました。で、このサイドバック設定に関しては、片側バランスは、基本的に左にハドリンを入れてたので、ハドリン側の、反対側が基本サイドバックバランスですね。で、右側にハドリンを置くときは左ですし、これは両方の戦術を入れてたんで、ハドリンを入れるんだったらそういう感じになると。あとはハドリンとか別に関係ない場合は上げたい側を、サイドバックのバランスにしてました。ウィングバックとかにしなかった理由としては、もちろんそれでも良かったんですけど、ちなみに決勝トーナメント一発目の時には超攻撃的にして、意識的に上げるっていうのをしたんですけど、やっぱりそこを疲れるっていうことがすごい気になったんで、結果的にサイドバックでやりました。やっぱり、他の4231ワイドとかと比べて、4231ワイドとかであれば、両サイドハーフがいるからそこカバーできるんですけど、やっぱりそこのカバーができない、ウィングが高すぎて、ここのギャップ感があって、もう本当に空いてしまって、全部スライドしないといけないっていう状態になるんで、そこのリスクを考えて、基本的にはサイドバックでやってたって感じになります。で、ここですね。ここに関しては CDM はボランチディフェンスなんですけど、あとはレジビルでもやってました。ここはもう本当に距離感であったりとか、守備の部分ですね。守備重視でいくとボランチディフェンスが個人的にはすごいハマってて、ただこことの距離感、前4枚との距離感を詰めたいなっていう時に、自分はレジビルも入れてたって感じです。ここは本当好みになるかなと思います。で、トップ下が基本的にはメッシですね。デブライネでもいいんですけど、前見てもらっても分かるようにマラドーナをずっと使ってたんで、ラストパサー、例えばハドリンとか、もう本当に抜け出して点取ってほしい R9 とかであればデブライネでもよかったのかなと思うんですけど、別にそういうわけじゃなかったので、本当に的にメッシが個人的にはすごい推しでした。本当に。メッシ、マラドーナの関係で、この縦の入れ替えのであったりとか、それも込みで前を点取りやサポートにしてたんですけど、下がってきた時にこちらを抜け出させたりとか、この2枚のワンツーで崩したりとかもできたんで、本当このメッシが非常に優秀かなと思います。ただやっぱシャドウストにメッシを置いてるっていうことは本当に守備がきついので、守備意識も低かったですし、両サイドですね。ここの部分っていうところで6枚で本当に守らないといけないっていうのが、やっぱ4213のデメリットではあったかなと思います。やっぱり442とか4231ワイドがめちゃくちゃ多かったので、今回の大会に関しては4213ほぼいないですし、練習段階で4213結構使ってる人いたんですけど、実際4213自体はやっぱり、そこがいなかったところですね。で、両サイドはインサイドフォワードローミングで、前は点取りやサポートで、前に張るっていうよりかちょっと引いてほしかったんでサポートにしておりました。で、右がネットにしてたんで、本当ここの3枚で、ゆっくりボール持ちながら、片側上げて、攻撃最後、ここで刺すと、ハドリンで刺せるし、3枚で、中ペナルティエリア侵入して、シュートもうまいメンバーで、ドリブルもうまいメンバーだったんで、そこで崩すってこともできるようなメンバーをわざと選んでおりました。4213選んだ理由としては、個人的には結構サイドバック上げてくる人も多いかなっていうところも意識的にあったりとか、やっぱり、ちょっと火力を出したかった、得点力を求めた時にカウンターがやっぱ強いなっていうのも考えてたんで、そういった意味でも4213使ってたんですけど、やっぱり守備がめちゃくちゃきつい。で、はまらなかった時ですね、4213結構皆さんもあるかなと思うんですけど、距離感であったりとか、本当ここで、トリガー関門とか入れるけど、これ詰まった時のロスト後のやっぱ守備の大変さっていうのが、やっぱ他の
4231ワイドと比べても明らかにきついなっていうのは思ってたんで、まあ迷子になった時ですね、本当に僕のまだ配信アーカイブ残してますけど、1試合目2試合目、アグさんとの試合のとこまでは自分のやりたいことできたんですけど、マジでその後からですね、まあ本当自分の悪い4213の攻め方をしてしまって、本当うまくいかないっていうのが起きました。まあそういった部分もあったんで、まあ4213でそういうリスクがあるっていうのだけは、やっぱりあるんで、例えば4231ワイド入れておくとか442とかは入れといた方がいいかなと思います。まあ自分も今4231とか入れてるんですけど、まあ本番も入れてましたけど、で、まあ442ですね。まあこれに関しては、ドゥグルさんとの試合の時に最後使ったんですけど、まあはめ込んでなかったんですよね。正直もう最後4-3、3トップ系で行くっていうのは自分の中であったんですけど、ちょっときつすぎるなっていうところでサイドバックバランス、インサイドフォワード、レジビル、レジスタ、ボランチ、アドバンスフォワード、もうめっちゃシンプルなのでやってました。まあ、ショートパス積極的で、やっぱり442になったら、自分ロナウジーニョをベンチにしてたんですけど、やっぱり442の2トップ系になった瞬間にロナウジーニョめっちゃ強いなって感じたり、まあ、433の時はそこまで強くないと思ってたんですけど、使用感的には。まあ、そういった面でも込み込みで、やっぱ人選が変わってきますね。だからコンバートするのも、このフォーメーション変えるのも、やっぱり自分が思っている選手と、3トップの火力を出す選手と、442の火力を出す選手、本当異なるなって思うんで、まあ、どっちでメインで置いておきたいかっていうのは重要かなと思います。まあ、442も本当に前にはめに行かないと守備がめちゃくちゃきついんで、やっぱり、ワンオムフ、ワンキャムですね。それが浮いてくるっていうところが守備の難しさでもあるんで、もう本当はめれない。それ以上に得点力でカバーできないんであれば、442はやっぱりそこまでお勧めできないかなという気はしております。そうだったら、まあ4213とか4231ワイドですね。まあ4231ワイドもビルドが難しいんで、まあそこ突き飛ばして、まあ4213っていうのも一つなんですけど、まあ両方、ですね、試してみて、使用感 F を使うのがいいのかなと思います。やっぱ44には火力は本当出るんですけど、真ん中のやっぱ CM ですね。まあこれも攻撃参加するっていうのも考えると、出やすいけど、その分やっぱ守備が難しいっていうのがやっぱ442かなと。まあ特に 2CM 系かなと思います。はい。っていう感じですね。あと433。これがファントムさんとの試合で使いました。ファントムさんが三角形ですね。3トップだったけど、1キャムじゃなくて 1CM、2CDM だったんで、まあこれずっと自分も使ってて、すごい使用感良かったんでずっと置いてはいたんですけど、まあ真ん中ボランチの両サイドボックス2ボックス。で、トップがまあフォルス9で、まあメッシにしてここ下げて、ここの両サイドがいい感じに上がってくるっていう。で、まあディフェンスラインも結構固めて、まあ、数的不利をなくすっていう、まあ、3枚で、まあ、この両サイドの 2CM が非常に重要になってくるんですけど、まあ、攻撃参加、やっぱ裏抜けバンバンできて、メッシもこの引いてくれるんで、まあ、両サイドも生きて、意外にまあ、火力は出しやすいカスタムになってます。ただまあ、本当になんか迷子になることが何回かあって、まあ、筆まで使ってても結構使用感めちゃくちゃ良かったんですけど、やっぱり序盤はこのカスタムって多かったんですけど、まあ、今ってあんまりそこまでいないですし、まあ、初見殺しじゃないけど、まあ、本当相手も対応しにくそうだなっていう印象はあったんですけど、まあなんかちょっと火力出せない時が何回かあって、まあそれでやめてしまってたんですけど、やっぱり本番でちょっと使ってみて、まあ打開できたというか、まあこういったなんかちょっと違いを出せるカスタムとかも入れておくのも一つなのかなと思いました。これはショートパス高いで、指示はこんな感じになっております。はい。まあ FCS ですね。まあこういう感じで、まあベスト16で負けてしまいましたけど、まあ次の大会までにですね、またいろいろ準備してやっていきたいなと思います。まあ自分は今回ハドリンを置いて違い出そうと思ったんですけど、それ以上のビルドアップの、ちょっと爪が甘かったりとか、相手のカスタムに合わせたカスタム戦術の変更っていうところがもうちょっと、詰めないといけなかったかなと思うんで、まあ、このあたりですね、まあ、次回の大会の課題かなと思っております。まあ、今回のフォーメーション、どれも正直強いフォーメーションとカスタム戦術になっているので、よければ参考にしていただければと思います。ということで、以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、また紹介していきたいなと思っております。まあ、転売情報ですね。まあ、こんな感じですね。特殊選手であったりとか、誰々がいいですよっていう感じを、まあ、狙い価格であったりとか、まあ、やっぱり、絶対はないので、この下がるリスクありますよであったりとか、どれぐらいの期間保有リスクっていうのを、まあ、大とか中とかで表現しているって感じになっております。売却推奨とかも、まあ、金額書いてるって感じですね。はい。で、まあ、
今のは高いと、ハイリスクの転売でして、次に、低リスクですね。こちらに関してはTOTW とか、他のこの辺とかですね。これに関しては27,000とかで、今11,000とかだったやつが27,000。これ確約の影響もありましたけど、こういった感じなのも出してるって感じになっております。この辺は長期保有逆に長かったりとかっていうことで、書いてたんですけど、確約今回来たんでめちゃくちゃ上がったって感じですね。はい。金転売とかは、排出停止であったりとか、この辺ではありますね。最近あんまり金はないかなって感じですね。労働もこんな感じになっております。はい。で、あとは、成功案件で、自分が成功した案件とか、最近はちょっとね、TOTW 多いですけど、アイコンもやってたりとかっていうところですね。はい。全部が全部載せてるわけではないので、あとは便利機能のこのフットビンのついての情報であったりとかも過去に出してたりとか、アップグレ選手の変動、TOTY の過去、ブラックフライデーの過去とか、この辺も全部載せております。2025TOTY であったりとかですね。この辺の情報も、蓄積していってるって感じですかね。はい。で、あとはですね、こんな感じで、質問であったりとか、アンケートであったりとか、ゲーム設定、リーク情報であったりとか、情報共有、あとバグメンテナンス、メンバー雑談とか質問とかをこちらで書いてもらってるって感じになっております。あとは、プレイ相談っていうのも別でやってまして、これに関しては、ちょっと条件が異なったりするんですけど、あとはこちらも別でちょっとやってたりするんですけど、プレイ相談であったりとか、あとは、スカット相談、エボリューションおすすめであったりとか、おすすめ選手であったりとかですね。この辺は自分がやろうと思っている選手をピックアップしてるっていう感じにはなります。動画で紹介しているものもあれば、動画紹介しきれなくて、そこではまだ入ってなかった選手とかもここに入っている時はあるって感じになります。はい。でですね、こういう感じなのを今、ずっとやってまして、興味ある方はですね、概要欄に詳細書いております。YouTube であったりとか、Twitch であったりとか、メンバーシップサブスクっていうところの特典にしてますので、よければ興味ある方はぜひ入っていただいて、1ヶ月お試しでもいいですし、特に Amazon プライム入ってる方とかだったら、無料で入れますので、よければ見ていただければと思います。はい、ってことで、最後にチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた。